こんにちは。お元気ですか？週の半ばですね。前回土曜日はね、ちょっと配信をお休みしてしまいました。ちょっとね、すごい疲れてたのと、ちょっと時間がなくて、働いてないのでね、時間がなくてっていうのもおかしいんですけれども、いろいろ自分がやろうと思ってるタスクがね、なかなかこう思う通りに進まなくてね、時間ばっかりかかっちゃってうなってる感じだったので、なんかもう心も余裕がなくて、そんな感じでね、無理するのやめようと思って、そういう時喋ってもね、どうせそのなんて言うんだろう、こう嫌な、なんかこうズーンとした感じがね、喋りに出ちゃうと思うのでね、無理して配信するのはやめようと思ってやめました。そんな感じで私なりになんかマイペースで暮らしてるんですけどね。今日はね、久々にお出かけをしたんですね。今日って言ってもね、この動画をアップしているその前日の夜に今喋ってるんですけれども、今日久々に友達に会ったんですね。友達っていうのはちょっと遠くに住んでる友達で、出張でね、私が住んでる地域の近いくらいなところにちょっと来たのでね、それでせっかくなんで1時間くらいしかちょっと時間は取れないっていうことだったんだけども、そこに私も会いに行ってね、2年ぶりぐらいに会いました。私もね、電車で40分くらいかけて行ったんですけども、比較的私が住んでるところからちょっと都会の方に行った感じですね。そこで2年ぶりぐらいにその友達に会ってね、ちなみにその友達っていうのはこの動画でもちょこちょこっと前話した、新潟に住んでてお米をね送ってきてくれる友達なんですね。なのでね、私もちょうどよかったと思って、ちょっとね、私も貯金切り崩し生活なんでね、そうやってお米とか毎年送ってきてくれてもね、ちょっともう最近はそのお返しをするのが結構厳しいくらいに貯金がね、もうだいぶそこがだんだん見えてきちゃった感じなので、ちょっとそういうお返しとかができないから、お米とかね、そういうのを送ってくれるのは今ちょっと大丈夫だからねっていうのをね、ちょっと言いにくかったけどこう連絡しておいたんですよね。で、でもね、なのに今年やっぱり10月の初めにね、お米送られてきたんですよ。夏のくらいにね、私が今年はもういいよって言っといたんだけど、やっぱり10月1日とかね、本当にそれくらいの10月入ってすぐくらいにお米送ってきてくれて、だからね、もうね、送んなくていいのにとかそういうこと言うのはもう野暮だと思ってね、もう普通にどうもありがとうみたいな感じでね、 LINE を返信しといたんだけどね。そうだからね、心の中でいつか私がちょっと収入が得られるようになったら、その時にあのまとめてっていうのも変だけど、お返ししようっていうふうにね思ってたんですよね。で、それで私もつい先月ね、初めて自分で収入を得ることができましたので、7万円っていう金額でしたけれども、もう私にとってはびっくりするくらい大金だったんですよね。ただ大金とは言っても、生活費がね月にだいたい10万くらいかかってて、で実はね、生活費以外にもいろいろちょっとね、生活費とは違うんだけどちょっとお金出費してる部分があって、そういうのを入れるとね、なんだかんだでちょっと14万くらいないと、稼いでないとマイナスになっちゃうんですよね。貯金は毎月それくらい減ってるっていうことですね。なので私としては毎月14万円以上稼げたら、このとりあえずは継続していける、この状態で生きていくことを継続していけるっていうラインになるので、まずはそこを目指してるんだけど、そんな感じで先月7万稼いだって言ってもそれでもねマイナスなので、あれっちゃあれなんですけども、でも
もうお金稼げたから、なんかねもうお返しがしたいっていう気持ちになったので、数日前にね、地元のなんかこう名産品みたいのを名産品ってほどじゃないけど、なんかちょっとこうおしゃれっぽい食べ物とかここの私が住んでるエリアっぽいものとかをちょっと買って、それを持って今日会いに行って、これお米とか送ってくれたお礼だよみたいな感じであの渡したんですけどもね。その友達もねちょっとしたお菓子とか持ってきてくれたんで、またもらっちゃったりはしたんですけどもね。あのそんな感じで久々の再会を楽しみました。正味1時間ちょっとぐらいカフェでねサクッとお話ししただけだったんですけれどもね、本当にもうね20年くらい、ちょうど20年くらいか、いや20年経ってないかな、19年くらいかな、出会ってから。もうだからそれくらいの友達なんですよね。そうそう、だから遠くに住んでいるし、ちょくちょく全然やり取りとかするわけじゃなくて、本当に用があったりとか何らかでっていう時に、今回みたいに私が住んでるエリアの近くにちょっと出張で来るよとか、そういう時にね連絡くれて会ったりとかね、そんな感じなんですけども、こんなにね20年近くもね関係が続いているのって、ありがたいなっていうふうに、縁があったんだなって思いますね。でせっかく20年近くもうなんやかんやでなんとなくこう続いてる縁なのでね、このままねおばあちゃんとかになってもねこうたまに会うような関係で入れたらちょっとおもろいなっていう風に思いましたね。こう2人でカフェでお茶してる時ね、近くにねおばあちゃんの2人組とかもいたりとかしたんで、ちなみに駅で会ったんでね、こう多分こう移動中のおばあちゃん、もしかしたら旅行とか来てるおばあちゃんとか、もしかしたら私たちみたいに久々にそういう駅で会ったおばあちゃんかもしれないけども、そうそう、そんなおばあちゃんってことでもないか、おばさん、多分60代後半60代前半か後半か分かんないけど、それくらいのおばさまおばあさま、おばあさまに近いおばさまって感じかなの2人組がいて、なんか私たちもねなんやかんや言ってこう毎日こう目の前のことを一生懸命それぞれの場所で、お互いのことなんか忘れてるけどそれぞれの場所でそれぞれ頑張って毎日をなんかやってるうちに、年月がねまた10年20年なんてあっという間に経っちゃうんじゃないかななんて思いました。そうそうで久々に会ってさ、やっぱ話がさ、私も最近ちょっとね、私もついにアラフィフっていう年齢になってさみたいな話をするわけですよ。私も今47歳ですからね。その友達もね私より23歳ぐらい年下なのでね、40半ばくらいなんですけれども、その友達もねもうアラフィフとアラフォーの境目ぐらいなのでね、世代的にはね、同じ感覚でいろいろちょうどね私たちもこう更年期世代に入る年頃とかね、ちょっと白髪が出てきたとかね、そういう麗しくない話題がねつい出てしまうんですけども、そういう話題をしてる自分たちにちょっと驚くみたいなことはありますね。もともと会ったのがお互い20代の若者の時でしたから、その時会った2人が、ただ中身はねお互い変わってない感じで話すけど、最近のこの健康とかねそうそう、そういうのを話すとお互い普通にもう全然若者ではなく当たり前なんだけど、中年の立派なおばさんって呼ばれる年になったんだななんて思いますね。私はねあんま自分をね自分のことをおばさんだからみたいな言い方するのはね、なんか自分に呪いをかけてるみたいでちょっと嫌だから、そういう言い方はしないんですけれども、もちろんね変に若作りとかは全然しないんですけども、なんかねおばさんっていうか何なんですかね。でもおばさんなんでしょうね。傍から見てどうなんですかね。おばさん
おばさんっていうくくりがちょっとくくりが広すぎますよね。もう何歳以上になったら一般的にはおばさんですって言われたら、みんな、おばさんっていうことになっちゃうし、それともいわゆるおばさん的な振る舞いとか、おばさん的なこの昔自分が若かった時の時代の考えをそのまま持ってきて振る舞ってしまう人をおばさんというとか、もしくはこの見た目的にもう体がいわゆるこれぞおばさんっていう体型に素直に移行した方のことをおばさんというのか、いろいろあると思うんですけど、本人にとってはね、あんまりこう嬉しい変化ではないっていうのは間違いないですよね。でもなんだろうな、逆にもういわゆる自分がこの若い女性、性別が女の人だったらね、女の人だったらいわゆる現役の女をもう引退できるっていう、もしくは引退したと自分でもう自覚している、その状態になったことをすごく楽になってはぁってほっとしたりとか、寂しい部分もあるけれども、なんていうのかな、特に美人とかそういう人には多いかもしれないですね。いわゆるこう美しかったりとか、美しくてさらに彩色兼備だったりとかすると、それはそれでいろんな苦労とかあったりとか、いろんな誤解が生まれたりとか、もちろん同性からもやっかみがあったりとか、もしくは異性からも変な人にちょっと狙われたりとか、狙われたりとかとまでは言わなくとも、なんとなく他の人よりもちょっと注目されてしまうとかね、そういうストレスというか、それが人によってはね、すごく自己肯定感を上げて、そういうのを逆にエネルギーにするっていう人ももちろんいるでしょうけど、なんやかんやでもともとがそういうタイプじゃなくて、でも見た目は麗しい感じに生まれてしまった人とかはそういうのはね、自分がいわゆるおばさんっていう女性女第一線から降りれたことにほっとしてるっていう人はいるかもしれないですね。変に同性からなんていうのかな、例えばですけれども、20代とか逆に30代ぐらいの時の方が大変かもしれないなと思うんですけども、例えばご結婚されてる女友達とか、友達じゃなくても知り合いとかの旦那さんとかが、もしちょっと見た目がね美しいというか、もしくは美しくなくてもちょっと異性から見てどちらかというと魅力的な容姿の方とかは、勝手に好意を持たれちゃったりとかするわけじゃないですか。で、場合によっては全然ね、自分にはその気はないけども勝手に言い寄られてて、全然断ってたりとかはして、逆にこっちも迷惑とか思ってたりとかするのに、そういうのをね、その奥さんに知られてしまうと、その奥さんからなんかちょっと誤解を受けてというか、誤解をしてるのかしてなくても、ただ自分の旦那が好意を持っているっていうことだけで攻撃対象になってしまうのか、すごくなんて言うんだろう、攻撃をね、ストレートな言葉の攻撃以外にも裏で何か言われてしまったりとか、そういうねなんか嫌な思いをするっていうこともね、きっとあるんだろうなとか思いますよね。そうするとそういう人たちって大変だなとか思ったりとかしますね。だからなんて言うんだろう、なおさらなんていうのかな、思わせぶりな態度にならないようにっていうのをすごく気をつけて生きていかないと大変とかね。別に本人そんなつもりはないのに、ちょっと親切にしたりとか、みんなと同じように
たまたまその人がさ優しい人だったりとかしたらみんなに優しくしちゃったりとかするじゃんなんかそうするとやっぱりそこで好意っていうのはね、美しい人じゃなくてもね、そういうのは芽生えて、相手がね芽生えてしまうとかねいうのはあると思うので、そういうのはね、そういうのでもう結構同性からいろんな逆恨みを買ったりとかそういうので苦労してなかなか自分がうまくそれに対応できないとかね、器用な人はねそういうのを対応したりとかして逆に自分が美しいことによってそれによって同性からも好かれるっていうなんかすごく容量がいい人もいたりとかするんだけどね。まあまあそまあまあでもとりあえずなんて言うんだろう、おばさんっていうこなんていうの年齢になってそういうおばさんという立場になったことによってほっとしてる人もねきっといるんだろうなっていうふうに思ったっていう、ちょっとなんか話がね脱線しすぎちゃってなんかちょっとよくわかんなくなってきたんですけど、そんなふうに思ったりしました。ちょっとねまた話は戻って、今日ねその友達に会いに行く時に久々にねお出かけしたわけですよ。で久々にね私からすると都会っていうところにね久々に出向いていったわけなんですけども、別にねそんなすごいなんだろう、普通都会って言っても別に普通のところに行くだけだから普通の格好をしていけばいいんですけども、近所のスーパーとかコンビニくらいしかね最近は外出してないからね、家着と同じ感じの服しか着てなかったんですよ。別にスーパー行く時もケタクマのトレーナーとかパーカーとかね余裕で着てるんで久々にね外出着っていうのかな、別に素敵な服じゃなくて普通の服なんですけど外出着を着たんですけども、何せこっちにね引っ越してきて4年弱、私全然お洋服買ってないんですよ。多分1着も買ってないと思うんですけども、下着とかねインナーとか靴下も買ってないかな、そういうのは別として、この外に着るアウターとか普通のそういう、お洋服ね、いわゆるお洋服着てないんで買ってないんで、その引っ越してくる前のつまり4年以上前に買った服しか持ってないんですよね。だからねその4年前ぐらいによく着てた服をねごそごそ出してきて着たんですけれども、あれと思って、これなんかこんなにぴったりしてたっけみたいなちょっとね私も4年前よりふくよかになってますね少し。それでちょっとって思ったりとかしましたね。このいわゆる4年前とかちょっとブカッとしたなんていうんだろう、シルエットのパンツとかを結構便利に履いてたパンツとかあって、それを今日も履いたんですけども、ブカッとしてるのでラインはブカッとはなるんですけども、このウエストの部分がねすごくこんなにぴったりとしたフィット感じゃなくてもっとゆるっとしてたのになみたいな、もう全体的に厚みが増してる感じなんだなっていうのをよく分かりましたね。上もニットみたいの着たんですけども、あれこのニットってこんなに体のライン拾ったっけみたいな、洗濯して縮んだのかなみたいなそんなわけないんですけどね、洗濯も何回もしてるんで、しかもなるべく縮まない種類のそのニットだったんで、それだからねやっぱりねちょっと体のラインが変わってきてるっていうことにね、数年ぶりに同じ服を着たことによってちょっと落ち込みましたね。それとあと今日じゃなくてそのね洋服をこの体のラインもちょっとねって思ったんですけど、あと色ですね。ちょっとね明るい色を着ようかなとか、それとも落ち着いた色を着ようかなとか思っていろいろ出かける前にねあれこれ着替えてきたりとかしたんですけども、結局ねアースカラーというか結構落ち着いたいい感じの色のやつにしたんですよ。でもねなんか同じ服を4年前と同じ服を着てるのに上下の組み合わせもよく着てたその組み合わせで全く同じ服を着てるのに、なんかねすごいおばさんっぽくなんかねこの色が顔色とちょっと合ってないというか、
このいわゆるアースカラーというかね、そういうベージュとかね、グレージュとかね、グレーとかね、そういう系の色も年齢とともにね、こううまい感じで自分と合ってるかどうかっていうのをね、この選ぶ基準がまた変わってくるんだなっていうのを感じましたね。単純にね、この年齢的に老けたからっていうのとは別に、多分髪の毛の色もね、今ちょっと地毛の黒の部分が多いので、それも結構だいぶ関係してると思うんですよね。私もう今年に入ってから髪の毛染めるのをやめてて、ちょっと地毛で行ってるんですけれども、なので髪の毛黒いとね、真っ黒だとね、結構洋服が合う色がね、結構限られちゃうんですよね。私若い頃に一回真っ黒に染めたことがあるんですけども、そしたらね、全然いろんな服が合わなくなっちゃって、それ以来ね、やっぱりちょっとね、やや真っ黒じゃない色、いろんな明るめの、赤系でも黄色系でもとにかくね、真っ黒じゃない色にしてた方が洋服は自然といろんな色味のものが合うっていうのが分かりましたね。で今回もね、今回もね、結構きつめの結構真っ青なブルーのニットもあったんで、ちょっとそれもいいかなと思って着てみたんですけど、この真っ黒の髪にね、濃い色のブルーはね、すっごく合わなかったんで、これ全然着れないわと思って、それはやめました。で、逆にね、ピンクのニットを着た時にはね、真っ黒の髪でも結構平気でっていうか、結構合ってて、大丈夫でしたね。結局はグレージュっぽい落ち着いた色にしたんですけれども、そうだからね、そんな感じで、いろいろね、同じ服を着てみたら、この着た感じとか見た目のラインとかね、あとなんとなく全体的なこの感じが私も年をまたちょっと取っちゃったなっていうのを感じましたね。そんな感じで、お洋服もね、いつかね、また買えるくらい収入があるといいなって思うんですけどね。もう本当に洋服とかそういうもの全く買ってなくても毎月14万くらい出てってるので、純粋に生活費としてはだいたい10万円くらい、ただね、国民年金払ってないので今全額免除にしてて、なので14万以上定期的に稼げるようになったら、まずはね、この国民年金の免除にしてる分を一回ね、全部効能っていう感じで払えたらいいなと思って、それでさらに引き続き14万以上毎月稼げるようであれば、またね、お洋服をちょっとずつ、もう島村でいいから、ユニクロでいいから今の自分に合う服をね、買ってあげたいなっていうふうに思いますね。お洋服我慢してるっていうよりも、今はね、そもそもそれが欲しいっていう気持ちにすらならないですね。そのお洋服欲しいなっていう気持ちが湧き上がるラインにすら立ってないって言ったらいいのかな。それどころじゃねえよみたいな気持ちの方がとにかくこう減っていく貯金の減っていくのを止めて、一回こうそこでキープできるようになりたい、プラマイゼロの状態をキープできるようになりたいっていう感じですね。毎月マイナス毎月14万ずつ減っていく、いつ頃貯金すっからかんですっていうのがね、そろそろ計算できちゃうんでね本当マジで怖いです。そんな感じで、そんな感じですかね。なんか他に喋ろうと思ったことがあったような気がするんですけど、ちょっと忘れちゃったんで、今日はね、半日ぐらいは出かけてきちゃって、しかもね、ちょっとね、久々にちょっと人がいるところに行って電車とかも乗ったりとかしたんで、ちょっと疲れちゃってね、なんか今日やろうと思ってたタスクがね、なかなか
こう満足いくぐらいできなくて、まあちょっと帰ってきても頑張ってやったんだけどね、ちょっとこれ以上やるとね、私疲れちゃって体調壊すかもしれないからと思ってね、ちょっとやりたいけどやめたみたいな感じでその代わりね、こちらの動画でも撮るかと思って、気分転換にもなるかもしれないからと思って、もう一人ぼっちで今喋ってますけどそんな感じでございました。次はね、土曜日、土曜日できたらアップできたらしたいなとは思うんですけども、ここ最近またちょっといろいろ時間に追われてますけど、あとね、毎月の生活費のね動画がね全然アップできてないっていうかね、あれちょっと動画編集も若干必要になってくるんで、全然上げれる気がしないんですよここ最近なので、そうですね、次のね生活費の動画できたら土曜日に上げたいけど、多分一個ずつね、固定費、変動費、社会保険料とかね、一個ずつ丁寧に説明するんじゃなくて、もう全額の表をバーンと載せて、今回はこれでした以上ですみたいな感じで、今回はちょっとやろうかなっていうふうに思ってます。そんな感じで、もう12月も半ばとまではいかないですけど、半ば近くになってきて、もう気がついたら今年が普通にもう終わっちゃうっていうのがめっちゃびっくりですね。私この前スーパーに行った時に鏡餅が売ってたんですよ。お餅がこう2段になってて、上にみかんが乗ってるやつね。最近の鏡餅ってこうプラスチックでできてて、中にこの切り餅みたいのが入ってたりする便利なやつじゃないですか。なのでね、それのね手のひらサイズのちっこいのがあって、みかんの代わりにねヘビみたいのがね、可愛いヘビさんがこう乗ってて、こうちっちゃくてヘビさんがいて可愛いなと思ったんでね、思わず買っちゃいましたね。400円弱ぐらいの値段だったんですけど、このヘビさんを見てね、そっか、来年はヘビ年、見年だったかと思って、私年女なんですよね。だからあれと思って、そうか年女か、全然気づかんかったわと思ってね、そんな感じで、私年女だしみたいな感じで、そういう意味合いもあってなんとなくこの鏡餅のちっちゃいやつを買っちゃいました。どうせ毎年ね、お正月はね、私お正月っていうものを別にしないので、お餅食べたりとか、おせち食べたりとか、このお汁粉食べたりとか、そういうのも全然しないので、本当に何もしない、普通に過ごして、たまにコンビニとかでね、お汁粉とかその時期的に売ってるから、なんとなくこうそういうのを買ってみて食べてみたぐらいな感じで、全然正月らしいこともしなくて、いつも通り一人で普通に過ごしてますのででもたまにはね、そういうのちょっとした方がいいのかな。こうある程度こう区切りみたいなね、今年はここまでみたいな、来年新たな気持ちでとかね、その縁起担ぎにもなるのかな。そういう、おせちは別に食べなくでもそういうお正月料理とかをね食べたりとか、お正月の雰囲気を出すことによってね、なんかやっぱりちょっとそういうメリハリもついて、この気持ちも新たになっていいのかもしれないですね。そんな毎日でこう目の前のことにわーわーなんかこうやってるうちに、本当にそんなことを毎日繰り返しているうちに気がついたら大晦日になってそうな気がします。そんな感じで、ちょっとまた今日もグダグダ喋ってしまいましたけれども、風邪などひかずに皆さんも元気で過ごしてください。それではまた。